ジャパンフォワードの新番組コーポレートプレイブック by 牛島真ナビゲーターの田村由紀です。さあ2回目の今回はコーポレートガバナンスを専門とする牛島真弁護士と今日本企業で何が問題になっているのかをお伝えしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。誠にありがとうございます。さて牛島さん、まずですね本題に入る前に高市総理がアメリカ経済誌フォーブスで世界で最もパワフルな女性100人の3位に選ばれたということで、女性の活躍日本でも非常に注目されていますよね。はい、私は高市さんについては若い方の支持が大変高いそうでということにすね。注目してます。うん、あの逆にですね、私は団塊の世代なんですが、はい。そのあたりになるとついていってないなという残念な気持ちです、私は。うん、やっぱりネットを見ている世代に人気が高いということなんですかね。どうなんでしょうそうね。そうではなくて、ええ。日本のことを我がこととして考えている世代には人気が高いんじゃないでしょうか。で、我々の世代は昔は我がことと思って安田講堂まで選挙した人もいるんですが、はい。もう我がことでなくなってしまっているということではないかなうん。と私は思ってます。はい。さて女性の活躍というと日本初の女性の財務大臣片山さつきさんもいらっしゃいますが、先日ジャパンフォワードの懇親会で牛島さんが乾杯のスピーチをされて、そして片山財務大臣も大変忙しい中駆けつけてスピーチをされていましたが、強い経済強い日本を作ると話をされていました。この強い経済ってどうやって作るんですか？それはうん、おそらくですね、はい。私が読んだ河野良太郎さんの本に書いてありました。先進国をどう経済成長させるかということについては方法がないというふうにノーベル賞受賞のなんとかさんが言ってたと書いてありました。したがって私などに聞かれても分かりません。ただはい。私が問題意識として持っている日本のコーポレートガバナンスというんうものは確実にプラスの方向に影響すると思ってます。うん、やはりコーポレートガバナンスしかないとはい、いうことこれはですよね。私が言ったのではなく、はい。私が日本の生き残る道という、前回出ていた加藤さんに言われてですね、朝日新聞に連載させていただいた匿名コラム、それを本にした、もの、それを読んだ私の友人の丹後康武氏が、3つ、その通りだと、君の言う通りだ、えーり政治、日本の経済の復活は3つしかない。1つ目は政治頼みはダメ。2つ目はコーポレートガバナンス。3つ目は必要なら海外の力を借りるんだ。と言ってくれてます。元財務事務次官の丹はい。後さんがおっしゃ何よりも、ったことと。はい、ごめんなさい。何よりも小泉純一郎総理の時の事務方の筆頭秘書官ってあだったというったからです。はい。ことですね。はい。さて本題に入っていきますが、牛島さん先日日本コーポレートガバナンスネットワークの開催部会で取締役会の機能強化というテーマで講演をされたと。これどのような内容だったんですか？一言で申しうん。ますと、今のままではいけないからもっと独立性を持つようにすること、さらに制度に対する提言としては、カンパニーセクレタリーまたはコーポレートセクレタリーという新しい職を置いて、独立社外取締役の強化の実質を上げる、こんなことが大筋でございます。独立社外取締役というのは、コーポレートガバナンスの要だと牛島さんはい。日々おっしゃっていますが、これ今は何が問題なんですか？今はですね、独立社外取締役といっても、当然社長が事実上指名している。はい。それで独立しているのかという、一種トートロジーのような疑問ですね。うん、まだ十分に活用されていない面もあるということで、例えば取締役会での比率ってどうなんですか？はい。え上場会社の2割、中でも上部の上場会社の4割が独立社外になっている。すなわち過半数にまだなっていない。私はこれはこの、会合でも申しましたけど、数年、以内にカプロピアーズというイメージでですね、過半数になると思います。過半数になはい、る。なるべきだと思ってますし、なると思います。過半数ではない今の状況だと、やはり押し切られてしまう時もあるということいや、今のですかね。状況でも過半数になっても押し切られるのは同じだと思いうます。つまん。りですね、はい。そういう制度をちょこちょこはいじったからといって世うん。の中がどうになるものでもないし、日本の今のやり方が悪いことばかりであるはずもない。しかし一歩一歩積み重ねるとすれば、一つ目が過半数はい。が独立社外取締役である。二つ目、独立社外取締役が
取締役会議長になる。今はその議長というのは社長とか CEO がやっているケースが多いですよね。おっしゃる通りはい。です。で、アメリカではですね、実は業務執行の取締役が議長をやってるケースが多いですから、ヨーロッパ型とアメリカ型の若干の差はあります。はい。私は後でコーポレートセクレタリー、カンパニーセクレタリーの話出てくると思いますけども、EU 型っていうかな、ヨーロッパ型がいいのかなというふうに思っております。その独立社外取締役というのは、経営者を監督するということはい。ですよね。そうするとやはりその監督を行う側が、議長になって何を議論するのかを考える、その方がいいということですか？そうですね。一番端的に議長になった方は大変負担大きいと思いますけはい。れども、その会社で何が問題であって、うん。独立社外取締役にどの点について議論してもらわねばならないかということを議長がリードすることができるためには、独立社外取締役が議長になった方がいいんではないかというふうに考えている。実際に、独立社外取締役の数は今増えてます。ごめんなさい。が議長である方が増えてますけれども、その方々に出ていただいたコーポレートガバナンスネットワークというところで出ていただいて、いろいろお話を伺った時にもそういう感じを持ちました。海外ではどうでしょう？議長って誰が務めるんですか？ヨーロッパ型では当然社外、少なくとも非執行取締役ですね。うん。それが定められているとはい。いうことなんですね。なるほど。ただその独立社外取締役にですね、社外の人なので、会社の情報がちゃんと上がっていくのかどうかという問題がありますよね。もちろんです。上がりすぎちゃったら社内になっちゃいますうん、からね。そうですよね。ですからそういう意味では簡単な問題ではないと思いますけども、しかし今会社にとって何が重要なことか、でそれぞれのご経験、会社の社長だった方もいらっしゃるし、今現に会社員をやってる方もいらっしゃるし、これは実は少ないんですけども、それが大学の先生、弁護士さん、公認会計士さん、その他いらっしゃるわけですから、そもそもこの会社については何を問題として話すべきかなということは分かっている必要があると思います。うん。そういった情報を上げるその係というか役割、どういう人がそやれをですね、ればいいんですか？はい。取締役会事務局といって、私どものコーポレートガバナンスネットワークという NPO では、もう10年近く、その方々にコースを提供してですうね、ん。やってきました。ですが、さらにそれをもう一歩進めるためには、この2つ目の話題になると思いはい。ますけども、カンパニーセクレタリー、コーポレートセクレタリーというですね、え方が取締役会によって選ばれて、そして独立社外取締役との連携を密にすると。必ずしも社長、つまり執行側のですね、コントロール下にないっていうことが重要かなと思ってます。これ海外では設置を義務付けている国もはい、イあギリスではるんですか？マストですね。はい。そうすると日本で導入するにしても、やはりイギリスをもう見習ってということに参考にしてというこいや、とになるんそれですか？はですね、現実論としては一歩一歩だと思いますうから、ん。コーポレートガバナンスコードの改定がですね、来年の7月頃と予定されていますから、6月か7月頃と予定されていますから、その中でカンパニーセクレタリー、またはコーポレートセクレタリーという制度について、前向きに検討するのがいいというふうに出れば大きな進歩だと思っています。その人材としてはやはり経営陣や、社外取締役と対等に議論できる、専門性とか知識がないといけないですよね。経営陣の側にですか。はいはいはい。経営陣の側はあると思いますね。うん、毎日いや、仕事してる。コーポレートセクあレタリーの側。はい。もちろんです。コーポレートセクレタリーはですね、イギリスの例、私はイギリスのCGI というところに、会長さんとお話をするチャンスが何度もあったんですけれど、またその方がその団体が主催するシンポディアムで、東証で締めくくりのリマークを申し上げたりしたんですが、おっしゃる通りです。うん。で、そのためにこそ、イギリスの例を取り上げると40%ぐらいは弁護士または公認会計士といったプロフェッショナルがその役についていると。でも40%なんではい。すね。ですから私は取締役会で決める役職だということですから、はい。取締役会が社内過半数であうん。って、そして、そういう外の方でもいいですし、うん。内部の方でもいいと思います。私は内部の方というものを重用すると日本的にやる方はいい、それなりにいいと思いますから、それで、やるということになれば、社外取締役が誰にどう聞いたらいいかとうん。いうことが非常にやりやすくなる。また同時に社外取締役がこんなことを心配してますということが直ちに社長の耳に入るという心配もしないでいい。別に社長の耳に入って困るわけではありませんけれども、
質問しにくくなるというのが人情ですよね。確かに確かに。これ今年金融庁が公開したコーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクションプログラム2025、こちらでもコーポレートセクレタリーの機能強化に言及しているということですよね。ですからこれはうんやるかもしれないなという意味で、私はぜひそうなるといいというふうに思ってます。これ導入にかなり前向きというか、牛島さん次第じゃないですか。私次第だと導入されるんですが、はい。私次第でないことだけは確かですから。なるほど。はい。でもかなりもう力を入れてこれをやってい私こうと。は個人的に力を入れてますし、ケリー・ヘンさんという方とも連携して一生懸命やっていくつもりです。でもイギリスを参考にしながらもやはり日本的な日本型のものになってそういなんですね。くんですかね。現実は日本の話ですから、イギリスのものをそのまま日本に持ってくればうまくいくというはずがないんであって、どこの部分をどう変えなきゃいけないのか、あるいは入れたとしてもどうせという言い方は良くないですね。いずれにしてもより日本が使いやすい形になっていくと思ってます。牛島さん独立社外取締役についてちょっと尊敬する方から厳しいことを言われたって聞いたんですよ。そうなんです。日はい。本に独立社外取締役がいるのかなという、つまり、レトリカルクエスチョンですね。じゃないかという趣旨のことを言われまして、えーその方は私の尊敬する方ですから、なるほどなと思いました。日本の独立社外取締役は実質独立性がないということないとは言わない。すみません。相対的な問題ですかね、これはどうしたって。ですからやはり社長との間でのなんていうかな、連携、心理的な連携、あるいは事実上の連携というものがより大きいのではないか。したがって監督の実を上げる、最終的には場合によって、辞めさせるということを含めてなかなか実行はしにくいだろうな。もちろん巨大な不祥事があれば別ですけどね、難しいと思いますので、それを少しでも進めるためには社長の直下にある、直下というか指揮命令系統にある取締役会準備局だけではなく、それをコーポレートセクレタリー、またカンパニーセクレタリー、会社秘書役という訳語が使われているようですが、サポートというかリードするようになれば、より会社の社外取締役による監督の実が上がるのではないかと、こんなふうに考えています。なるほど。今日は牛島さんに取締役会の機能強化について聞きました。独立社外取締役を十分に活用する、そしてコーポレートセクレタリーの導入というのが大切だということでした。よくわかりました。さて最後に牛島さん何か視聴者の方に伝えたいことがあるということで。一つですね、はいこのコーポレートガバナンスに関して私、持論がありまして、それはですね、日本のコーポレートガバナンスにおいては働く者の立場が弱すぎると思います。はい。私は労働組合というものは働く者の立場というものをですね、代表しているものですから、その力が日本には弱いのではないかな、ありますけれども弱いのではないかなという心配は少ししてます。それは生産性が伸びたとしても実質賃金が伸びていないという日本の一つの理由ではないかなと思ってます。日本とアメリカの労働組合のあり方の違いというのもありますよね。おっしゃる産業別組合と企業別組合で、企業別組合というのは日本のためには良かった時期があると思いますし、今でも良い面はあると思いますけれども、ただ労働者全体の立場、働く者全体の立場というものがステークホルダーとして十分に守られてないんじゃないかなっていうのが私の、考えです。なるほど。ちょっと最初の話に戻りますけど、ジャパンフォワードの懇親会の乾杯の時の牛島さんの挨拶、すごく心に残っているんですが、戦後の話です。戦争の話です。なぜ日本は戦争に突入したのかっていうお話されてましたよね。そうなんです。それは私の何十年来の疑問なんです。で、私はまだ答えを得ていない。つまり、なぜ日本は、誤解を恐れずに申しますけど、負けるに決まっているアメリカとの戦争に突入したのか。誰が決めたのか、どう決めたのか。つい最近も川田実さんというですね、名古屋大学の名誉教授やってらっしゃる方の昭和陸軍の奇跡という本を読みました。で、奇跡というのは飛んだ後の奇跡ですね。で実は川田さんの本はその前に何冊も読んでいて、武藤明とか田中伸一とかいう本を読んでいたんですけれども、一生懸命読んだけどまだわからない。なぜなのか。総力戦研究所というものがあって、
日本必敗、必ず負けるとその若手エリートたちが分析したにもかかわらず戦争に突入したっていうそれはことですね。猪瀬さんの昭和そうですね。うん昭和16年夏の敗戦という本があります素晴らしいね。ものですはい。ね。あれはどうして黙殺されたのかな。とまあこれまたいずれねこの番組でやり東條ます。英機さんはそのメモ馬ですからたくさん出て、うんそしてメモも取っていたそうですが、私はね東條英機の言葉として伝えられている言葉、つまり分かった、しかし戦争はしてみなければ分からない、人間たまには目をつぶって清水の舞台から飛び降りてみるもんだ。でもその結果310万ないし最近は376万ですかの方が亡くなったということを考えますと、国の指導ということ、そして私がなぜあの戦争、アメリカとの戦争を日本側が始めたのかということについては、それがしっかりと国民に消化納得感ある形で、紹介されていないと、日本がこれからどうなるかということが心配なんです。なるほど。まあ、2025年戦後80年という節目の年ですからね、しっかりねそういうところも考えたいと思いますが、まだ我々は生まれてない時です。はい。はい。さあ、前回は日本経済の死角、そして今回は取締役会の機能強化の必要性についてお伝えしてきました。次回どんなお話にしましょうか。次回は、はい。田村さんがこれが面白そうだということがあったりね。石原慎太郎さん、牛島さんともね親交のあった石原さんについて私が書かせていただいた「我が師石原慎太郎」という本が、まし刷りになりましたので、おめでとうございます。という意味でも、はい。私は石原さんの日頃の主張というものは今の日本にとても啓発的なことがあると思いますので、そのお話をさせていただければとても嬉しいと思います。政治家であり作家である石原慎太郎さん。そうです。私にはね、作家である石原さんの方が重要なんですが、なるほしかし世の中にとっては政治家である石原さんが重要です。では次回そのあたりお聞きしたいと思います。はい。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。